今日は10月の14日。まだね、ハロウィンすら来ていないのに、我がアトリエにはもうツリーが出始めました。というか、飾りました。去年もね、10月にはもうクリスマスツリーを出していたかなと思うんですけど、これはクリスマスの前のハロウィンツリーを今年も飾ってみました。どんな風にデコレーションしたのか、ちょっとご紹介したいと思います。ハロウィンツリーということで、ライトをね、緑、ピンク、そして青系のものをね、つけていて、ちょっとこうハロウィンのね、不気味な感じを演出しています。で、今年のハロウィンツリーは去年使ったものと同じリボンをね、ツリーに散らばしています。こういう感じでオレンジとか、あとは紫とか、これを全体的に散らばせて、今年のハロウィンツリーのテーマはトリックオアトリートということに自分の中でしたので、このツリーのね、緑とピンクのライトに合わせて、緑とピンクをベースにしたちょっとお菓子っぽいオーナメントとか、ハロウィンなのでヴィランズ的なキャラクターのものを中心に飾っています。はい、ちょっとチカチカするのでちょっとライトをね消したんですけど、例えばこういうショートケーキみたいなものだったりとか、ドーナツ、さくらんぼ、あとはハロウィンらしくかぼちゃのオーナメント、あとはオーロラ姫のケーキとかクロワッサンとかココアとかね、そういう感じで食べ物系のできるだけピンクのアイテムを中心に飾りつつ、こういうねグリンチとかピーターパンのチクタクワニとか、ちょっとね悪役っぽい感じのキャラのオーナメントも飾っています。はい、そういう感じでちょっと気が早いんですけど、もうツリーを飾っていてハロウィン仕様に仕上げて、クリスマスが早く来ないかななんて楽しみに待っているところです。ですが、この長年使っているクリスマスツリーに収まりきれないほどオーナメントが増えてきているので、新しいツリーをねちょっと買おうかなと思って、もう今注文して届くの待ってます。というのも、この長年使ってるクリスマスツリーちょっと見ていただければわかると思うんですけど、ちょっとこんなっていうか、葉っぱと葉っぱの間がスカスカ感があるんですね。ちょっと葉の数が少ないので、オーナメントをね全部飾りきれない今年はということで、もっとね葉の密度がギュッと詰まったオーナメントを今注文しています。なので12月に入る少し前にもう一回クリスマスツリーを出して、今持ってる全てのオーナメントをツリーに飾りたいと思っています。その時に今私が持っているオーナメント一つ一つをざっと皆さんにご紹介したいなと思ってますので、クリスマス月の皆さん楽しみにしていてください。先週イギリス旅行 Vlog をアップしたんですけれども、その動画すでにもう20万回以上再生がされていて、たくさんの方に見ていただき、そして楽しかったよっていうコメントもいっぱいいただきまして、本当にありがとうございました。今回イギリス旅行で買ってきたものの購入品紹介を見たいという声もいくつかあったので、ここにずらっと並べてみました。旅行 Vlog 内でこういうオーナメントとかはねちょっと一部紹介したりしたんですけれども、それも含め改めてイギリスで買ってきたものを全て皆さんにご紹介していきたいと思います。はい、見えやすいようにちょっと画角変えました。でまずは陶器類からご紹介していきたいと思います。まずはこちら、プーさんの故郷ハートフィールドにあるプーコーナーで購入したロイヤルドルトンのティガーの置物です。めちゃくちゃ可愛くないですか？これ芝生の上でティガーがボールを持ってるこちらの置物、これはロイヤルドルトンのミニザプーコレクションですね。多分60ポンドぐらいだったかなと思います。あとこちらノッティングヒルのポートベロマーケットでもプーさんのねマグカップ買いました。クラシックプーのマグカップなんですけど、プーさんとイーオ、そして後ろにプーの物語のね一文が入りつつティガーがいます。これ後ろにね見えるかな、メイドインイングランドっ
って入ってるんですけど、これはそのプーさんの故郷ハートフィールドの工場で作られたヴィンテージマグですね。1978年のものです。この何とも言えないタッチのプーさんの絵が可愛くて、こちらもゲットしました。あとプーさん関連でいくと、こちらプーコーナーでピンバッジも買いました。プーコーナーって入ってるピンバッジですね。私ディズニーのピンバッジ集めてるので、プーコーナーのピンバッジはもうここでしか買えないんじゃないかなと思って買ってきました。あとはこちらも、ロイヤルドルトンのブランブリーヘッジの絵皿です。これもヴィンテージのものなんですけど、25ポンドで手に入れました。ブランブリーヘッジはイギリスの絵本作家ジム・バークレムが書いた絵本シリーズのことで、日本だと野原の村の物語で有名だと思います。私このね野原の村の物語の絵本大好きで、その絵本の世界がねこの絵皿とか、あとはカップ&ソーサーとかそういう食器にね書かれてるもので、もう今は廃盤になってるそうで、コレクターに人気なシリーズらしいです。私が買ったブランブリーヘッジのこちらのお皿はザ・ストアスタンプというねシリーズのものです。かわいい。ネズミさんが暖炉のところで休んでたりとか、棚の上にあるジャムの瓶を取ろうとしてたりとか、本当にねもう絵本がそのまま食器になったという感じで、めちゃくちゃ可愛くてお気に入りです。あとはポートベローマーケットでノッティングヒルのトートバッグ買いました。これいろんなカラーがあって迷いつつ、濃い紫に文字が水色のトートバッグをゲットしました。であと小物類でいうとこちらも買いました。これはサッカー観戦に行く時にロンドンブリッジ駅の構内の雑貨屋さんで見つけたジュエリーボックスですね。これはねイギリスじゃなくてアイスランドのねブランドらしいんですけど、 M が入ったこちらの小さなジュエリーボックス、開けるとこういう感じで指輪を刺すところと、ちょっとこうピアスとかネックレスとかをねちょっと入れれそうなスペースがあるこの小さなジュエリーボックス、これがね旅行に行く時とかお出かけの時にぴったりだと思って買いました。あとは Vlog 内でも紹介しましたけど、オックスフォードのアリスショップで不思議の国のアリスのキーチェーンだったりとか、アリスのオーナメント買いました。でここからはほとんどオーナメントなので、どんどんご紹介していきたいと思います。でまずはリバティで買ったロンドンのタクシーのオーナメントでしょ。あとはピーターパンのチクタクワニ、あとハロッツで買ったロンドンバスのオーナメント、ロンドンのテレフォンボックスのオーナメント、アフタヌーンティーのオーナメント、ラテが入ったカップのオーナメント、ビッグベンとスーツケースが一つの紐でくっつけられたオーナメント、さくらんぼのオーナメント、そしてこちらもハロッツのなんですけど、これ前回の Vlog でキャンディーのオーナメントってご紹介したと思うんですけど、なんかこれはねクリスマスクラッカーのオーナメントらしいです。イギリスのクリスマスパーティーには欠かせないものらしくって、私知らなかったんですけど、クリスマスパーティーの時にこのクラッカーの中からプレゼントとかね出てくるらしいんですよ。そのオーナメントらしいです。嬉しい。キャンディーかと思ったけど、そういうイギリスらしいものをゲットできてラッキーでした。ここからは皆さんにまだお見せしていないものですね。フォートナム&メイソンで購入したイニシャルのオーナメントです。 M のところに鳥のイラストが入ってるんですけど、これイニシャルごとに全部ね動物が違くって、私のイニシャルの M は鳥でした。オーナメントの紐がフォートナム&メイソンのデパートのカラーなのもすごく可愛いです。ティーポットのオーナメントも買いました。これすごく可愛くないですか？陶器でできたちっちゃなティーポット、この側面もねフォートナム&メイソンのデパートのカラーになってて、リボンもねすごく可愛いです。ケーキのオーナメントも買いました。ホールのケーキを切り分けた中からスプリンクルとかがこう溢れ出してる、すごくね海外らしいクリスマスケーキのオーナメント。あとはこちら、これはもう一目惚れですね。ディズニーのトイストーリーでもね出てくる電話のおもちゃですね。なんかちょっとこの不気味なタッチの顔も可愛いし、ところどころラメがね入っててすごく可愛いオーナメントです。あとこちらフォートナム&メイソンでこんな箱に入ったオーナメントも買いました。フォロワーの方に教えていただいたんですけど、フォートナム&メイソンは毎年デパート限定のねオーナメントを出すんですよって教えていただいて、こちら、今年2025年のオーナメント買いました。すごく素敵。これフォートナム&メイソンのデパートの絵柄が入ってて、
あとはクリスマスツリー、手書き、なんかすごい手書き感があるタッチで、紐もねすごく高級感があります。箱入りで55ポンド。こちら箱に入れて大事にねしまいたいと思います。かわいい。怖っ、最悪。危ない危ない。で最後セルフリッチズで買ったオーナメントですね。まずはセルフリッチズ限定のミッフィーのオーナメントを買いました。セルフリッチズのデパートのカラーがイエローなので、このミッフィーのオーナメントもイエローゴールドのお洋服にたくさんお買い物してる様子のショッピングバッグ持ってるのもすごく可愛いです。で紐のところにセルフリッチズってロゴが入ってて、この部分に星のチャームがついてるのもすごく可愛いです。クリスマスココアのオーナメントも買いました。赤いマグカップの上にたっぷりのホイップクリームがかかってて、キャンディーとかスプリンクルがまぶしてある夢のようなココア、ホットココア。最後はこちらディズニーのクリスマスキャロルのオーナメントも買いました。まず箱が可愛い。ディズニーの短編クリスマスキャロルの絵本型になってる箱、その中にオーナメントが入ってるんですけど、それを開けると見て、めちゃくちゃ可愛い。ちゃんと絵本みたいにストーリーが書かれてて、その箱の中にボブ・クラチット役のミッキーとその子供、そしてスクルージおじさんが入ってます。いや可愛い。もうこれ物語終盤の心を入れ替えたスクルージのオーナメントだ。可愛い。ボブ・クラチットとその子供ですね。もうほんと物語そのままだ。はい、この2つが入ってるオーナメントです。なのでオーナメントが全部で結局17個買いました買いすぎ。これでも本当に悩み悩んで我慢した方なんですけど、もうやっぱイギリスのオーナメントはもうレベルが違う。もう可愛すぎて。なので思い切ってねいっぱい買ってきました。であとはオーナメントじゃないんですけど、ガーランドも買ったのでちょっとこれも開けたいと思います。うわ可愛い。そしてすごいしっかりしてる。茶色からピンク、そして紫にかけてちょっとグラデーション気味になってるガーランド。これ180センチのもの買ったんですけど、先のところにちょっとなんかこうフックみたいなのもついてるので、クリスマスツリーにこうぐるっと巻いてもいいし、飾り棚の端の方にこういう感じで垂らしたりとかしても可愛いなと思って買ったんですけど、ちゃんとなんか卓球ボールみたいなしっかりとしたボールの周りに糸が巻かれてるので、すごく作りがしっかりしててすごく高見えします。めちゃくちゃいい。はい、これを今年のクリスマスツリーに巻きたいと思います。あと最後こちら大物です。フォートナム&メイソンでアドベントカレンダーを買ってきました。これはティー&ビスケットシェアリングアドベントです。こちら中に24のお茶とビスケットが一つ一つの扉に組み合わせて入っているそうです。100ポンドぐらいで買いました。こちら総重量 1.8 キロ。これをスーツケースに入れてねなんとか持って帰ってきたんですけど、これをねちょっと皆さんに見せていきたいと思います。めちゃくちゃ可愛い。何リボンついてるんだ。でこの箱側面がすごく可愛い。はい、こちらのアドベントカレンダー12月になるのを待てずに中がどうなってるのか皆さんにお見せしたいと思います。オープン。これこうやって開けるのかな。うわーかわいい。ちょっとかわいすぎ。うわすっごいしっかりしてる箱の扉が。かわいい。こういう感じね。一つ一つの箱の中にビスケットと紅茶入ってます。めちゃくちゃいい香り。ちょっとねもう12月を待ちきれずにね、この1日のやつだけ中どういうのが入ってるのか、皆さんにお見せしてね今日ちょっと飲んで食べちゃおうと思います。待って、ティー&シェアリングってそういうこと？ 2人で味わえるってこと？2個ずつ入ってます。すごすぎ。なるほど。このアドベントカレンダーの中に48個のティーバッグと88個のビスケットが入ってるらしいです。1日に2人分入ってるっていうことですね。最高。じゃあここにラジオ収録でやってきた彼と一緒にシェアする日もあれば、1人で昼と夜とかで1日2回ぐらい紅茶楽しめちゃったりするってこと。最高ですね。この1日はロイヤルブレンドクロテッドクリームビスケット。これ
めちゃくちゃ良くないですか？ロンドンのねデパート回ってアドベントカレンダーたくさん見て回ったんですけど、やっぱりこうお茶専用のアドベントカレンダーとかビスケット専用とかチョコレート専用とか、そういう感じのねアドベントカレンダーが多かったんですけど、これはティーとねビスケットが入ってるっていうのがよくて買ったんですが、まさか1つの箱に2人分入ってるとは思わなかったです。じゃあこれも開けちゃおう。にバニラティーに結構大きめのねクッキー入ってるんですよ。1つの袋に2枚入り、これチョコチップみたいなクッキー、結構ずっしりしてます。3、また違うビスケットとオレンジティー。4はこれ細いやつもあるんだ。これ小さなビスケットの時もあるんだ。最高。クリスマスブレンドブラックティーだって。もうこれ以上ちょっと全部開けたら12月に入ってからはちょっと楽しみがなくなっちゃうので、こういう感じでしっかりとした作りの箱にティーとクッキーが2人分入ってるというアドベントカレンダーを買いました。これ日本からも買えるのかはちょっとわからないんだけど、ぜひねこれからイギリス旅行に行く方とか、こちらのアドベントカレンダーめっちゃ重いですけどおすすめです。ここから私の Vlog がどんどんクリスマスの準備に向けてワクワクしていくのを楽しみにしていただければと思います。じゃあこの1日の紅茶とビスケットを食べて寝たいと思います。おやすみなさい。おはようございます。今日は10月15日の今1時ですね。準備を済ませて今からローズベーカリー銀座に行くんですけれども、今日はですねマリメッコさんにご招待いただいたアルテックとマリメッコのプレスイベントに行ってきたいと思います。なので今日はマリメッコのイベントに行くので、トップスはマリメッコの新作のハイネックのトップスです。水色とブラウンの配色がとっても可愛いトップスに
黒デニム、これヤンヌークですね。でそこにセオリーのレザージャケットをこんな感じで羽織っていきたいと思います。バッグは今日小さめが気分なので、こちら韓国旅行で買ったハイのナイロンバッグ、黒の小さめバッグを持っていきたいと思います。今日はこの服の水色に合わせてこのバッグのところのチャームが水色のものを選んでバッグと服のカラーをリンクさせてみました。はい、そういう感じで楽しみなイベントがこの後あるんですけれども、もう今週からというか来週ぐらいからもう私は今年のヒンクヌンクのホリデーコレクションの商品販売に向けて駆け抜ける日々を過ごしていくことになります。私のねブランドのヒンクヌンクから今年もホリデー期間だけのスペシャルなアイテムを販売するんですけれども、その一つがリース。動画でも何度かお話ししたかなと思うんですけど、私が自分の手で作るリースを数量限定で販売するハンドメイドシリーズですね。そちらと今年もこちらじゃーん、ヒンクヌンクのホリデーキャンドル販売します。去年から始まったヒンクヌンクのホリデーコレクションのキャンドル、今年は香りを変えて新しくホリデーキャンドル発売します。去年はね同じような箱にこのラインの部分だったりとか、あとはリボンが緑だったんですけど、今年は深い青にしてみました。で今年の香りはというとじゃん、メモリーズ・オブ・スオミって入れてるんですけれども、今年のホリデーコレクションのキャンドルの香りはフィンランドの記憶です。今年1年のね私の中でのハイライトはやっぱり1ヶ月のフィンランド一人旅だったと思うんです。でその1ヶ月過ごしたフィンランドでの、ヘルシンキの街中だったりとか、ヌークシオ国立公園の森の中だったりとか、コテージに泊まった時とか、その1ヶ月で私がフィンランドで吸収したもの、感じたものを香りとしてキャンドルに閉じ込めてみました。なのでメモリーズ・オブ・スオミ、このキャンドルは灯すだけでフィンランドにいるかのような、そんな気分になれるキャンドルです。トップにブルーベリーの香りが香って、その後からシナモンとカルダモンの香りが優しく混じり合って、最後にアーモンドの香りでふわっと甘く部屋中を包み込んでくれます。とにかくね本当にいい香りで、火を灯さなくてももうこのまま部屋に置いとくだけでふわっとねブルーベリーとか、シナモンカルダモンの香りが香って、なんかもうフィンランドのカフェにいるかのような1ヶ月にタイムスリップできるんですよ。ホリデーコレクションと言いつつもホリデー期間だけじゃなくって、その後もちょっとねお茶を飲んでゆっくりしたいなっていう時だったりとか、寝る前のリラックスタイムなどにぴったりな香りになっていますので、ホリデー期間が終わっても長く愛していただける、そんな香りになったかなと思います。でこちらのキャンドル、なんと今日から予約販売が開始されます。ホリデーコレクションとして販売される商品ですので、皆さんにクリスマスプレゼントのようにお届けしたいので、まだ10月中旬ですが少し早めに予約を取らせていただきたいと思っています。今年もホリデーコレクションのキャンドルは数量限定の販売になりますので、上限に達し次第予約受付が終了になりますので、キャンドルゲットしたいよという方はぜひ概要欄から早めのご予約をおすすめいたします。いやもう本当にいい香りなの。フィンランドに行ったことある方もそうでない方も気に入っていただけるような、そんな香りに仕上がったと確信しています。ぜひ今年のホリデー、ヒンクヌンクのメモリーズ・オブ・スオミのキャンドルとともに過ごしていただけると嬉しいです。ではそれではマリメッコのイベントに行ってきたいと思います。では行ってきます。
見るよ。はい。よいしょ。はい、始まりました。最近トレラジオ第42回、今週もどうぞよろしくお願いします。よろしくお願いします。はい、このラジオは私はこのお家にアトリエを持って、そして私たち夫婦が半別居生活になったということで、私たち夫婦の今をお届けするそんなラジオになっています。また1ヶ月ぐらい空いて久しぶりのラジオです、はい。イギリスからただいまということで。でもイギリスいつだったっけ？もうなんかはるか昔に感じるけど、2週間前とか2週間前に帰国してますね。いやーすっごい楽しかったよね、イギリス。うん。いや本当ありがたいことにイギリス Vlog も再生数もたくさんねあって、たくさん楽しかったっていうコメントもいただいて本当に嬉しかったし、うちらも超楽しいんだよね、うん、イギリス大好き結構冗談抜きで、うん、もう今まで行った国でいっちゃん楽しかった。わかる。ちょっと1位に躍り出ちゃうぐらい楽しかったよね、行ってみて気づいたの。私の子供の頃に好きだったもののルーツが全てイギリスにあった。同じくなんで今まで気づかなかったんだろうって。俺なんで今まで行かなかったんだろうってなんで行かなかったんだろうって、なんか悔しかったもんね。もっと早くにイギリスに行ってれば、なんか違う人生歩んでたのかもしれないとすらまで思った。同じくそうね。何好きなもののルーツって例えば。まず小3からサッカーしてるでしょ。ああそうだね。サッカーして、で中学校3年生までやって、でその時は俺も体がめっちゃちっちゃかったわけ。もう中3で150センチみたいな。で俺覚えてない、中3の最後の中大連あるやん、の選手登録俺149センチだったよ。そうなの？そう。高校入って1年で15センチとか伸びてるわけだから、その時はもう成長痛、痛いよね。そう、で痛すぎて、もう部活もできないみたいな。あ、そんなに走るのも痛いみたいな、っていうのもあるし、サッカーずっとやってきてさ、ちょっと上手やったわけ、小学校足もね速くて、でも中学校入ったら、もう体格差ができすぎて、まあ149センチだったもんね。そう、早生まれやしとにかく全て置いてかれるわけよ、もう中学生だったら、もうっていうので、ちょっとトラウマやって成長痛をちょっと理由にもう部活やめるみたいな。あ、高校で？高校部活やってないっていうので、そのうにょうにょした時期に出会った友達に教えてもらったのが、やっぱオアシスなんですよ。あ、そうなんだっていう、そこでロックに出会ってるわけ。あね。で大学でなぜか中国に行ったっていう。なんで中国に行ったの？まあ良かったけどね。いやまあ良かったけど、まあ確かにその大学から今に続くところもやっぱ中国語圏とか中国語を使うみたいなところで10年以上生きてきてるけど、でもそういえばその前段階で言うと、サッカーと音楽やった。そうね。ってことをやっぱちょっと目を背けてたやろうね。その青春に。本当に好きだったものにね。そうそう。いろんな挫折とか絡み。そう。ってなった時にやっぱイギリスに行ったらもうフットボールですよ。でやっぱ音楽 UK ロックですよ。でもそれを今回もう両方味わって、なんで中国行ったかなって思いながら、まあまあ意味あるんやけどねこの10年も意味あるけど、確かになんかそうだよなっては。いやー分かるよ。私もさ、好きなさ物語のさ、ゆかりの地が全部イギリスだってことに今回気づいてさ、私はもうずっとファンタジーの中で生きてた人間だから、そういう絵本の世界とかさ物語の世界で生きてた人間だからさ、なんでイギリスに今まで行かなかったんだろうみたいな、その物語の生まれた国っていうのまで調べなかったんだよね、だから知らなかったっていうのもあるし、子供の頃はさずっとさ家族がさハワイが好きだったからさ、海外旅行はハワイなんだと思ったけどさ、イギリス行ってみたいとかさ、言ったとして行けるか分かんないけど、もっと若い時に行ってたらなんか自分の将来の夢すらも変わってたんじゃないかってすらちょっと思った、それぐらい衝撃だったわ。わかるわかる。いややっぱオックスフォード行ったやん途中、俺ここに留学してた自分もいたのかなって思うと俺はなんで中国に行ったんだ思いながら歩いてた。いや本当に、本当に楽しくって、もう一回行こうね、どっかでね。またこの前の動画のコメント欄でちょっとオアシスのライブの
感想を聞きたいっていうのがね結構ちらほらあったんで、それもちょっと Vlog 内でライブについて一切触れてないから、軽くね、軽く感想。これからほら東京でオアシスのライブ行こうと思ってワクワクしてる人もいるわけでしょ。どうなの会場の雰囲気とかさ、どういう感じなの？その8万人とか9万人規模の大きいスタジアムだとさ、どういう年齢層とかさ。10代から60代までみたいな。へえ。隣のお兄ちゃんは俺とほぼ同い年の人で、俺の右側はもう60代70代ぐらいのおじさんだった。で前はほんと10代の女の子とお母さんみたいな、ほんとねいろんな人がいて盛り上がりましたよ。ほんとね、もうなんか大合唱やね。もうそうなんだ。そう MC とかもほぼないわけ。そうなんだ。でもうとにかく今回のセットリストをもうノンストップで歌い続けてくれるの。すごくない？そうもうとにかくずっと歌ってくれて。じゃあもうみんな2時間ぐらいずっと大合唱。そうもうみんなもう超巨大カラオケよね。でイギリス人さでかいしさ、声もでかいしさ、自分も歌うんやけど、自分の声すら聞こえないの。もう音の大渋滞が起きてるってこと？そう途中から俺は何を聞きに来たんだろうっていうぐらいやっぱみんな歌って、東京公演行かれる方は楽しんでください。この前街中でさオアシスのさ T シャツ着てる夫婦すれ違ったよね。渋谷の今宮下公園のところにポップアップショップあるよね。そうなんだ。あの辺行ったらねみんなこれ着てる。もう着てるんだ。もう着てる。だってもう来週再来週とかだからね。解散して18年ぐらい経つのにこんだけまだファンがいるってすごくない？もうちょっとまた来年わかんないからね。そうだね。こればっかりは。もう今行っとかなきゃっていう感じでみんな行ったっていう。楽しい、いいね。なんか旅行でその現地のライブに行くってさ。いや本当ね、特別な体験でしたね。本当だよね。そういう感じでもう本当に楽しいイギリス旅行を終えて、もう私は自分のブランドヒンクヌンクのホリデーコレクション商品発売に向けてもう駆け抜ける、ここから1ヶ月半過ごしていきたいと思います。で今日から予約が開始されたメモリーズ・オブ・スオミのキャンドル、これちょっとつけながらさ話さない？うちのブランドからキャンドルがもう4つ出てるね。これで4つ目か。4つ目、少しずつ増えていってるよね。ブランドが今できて何年目ですか？3年目とかだっけ？とにかく1年でも長くこのブランドを続けていきたいななんて思ったりもした。なんか前もそういう話してたよね。前もしたよね。結構ラジオのさ初回らへんの初めの方で話したと思うんだけどさ、やっぱりこういう風にブランド作ったりすると一気にバーンと跳ね上げて大きくしてみたいな、たくさん店舗も構えてとかさ、ポップアップもいっぱい打ってとか、夢は大きくなるんだけど、でもやっぱりとにかく私が大事にしていきたいのは、大きくすることも時には必要だと思うんだけど、一日でも長くこのブランドを続けていきたいし、一人でも多くの人に愛されるようなブランドになってもらいたいっていうのがあるから、それを再認識させられた。なんかホリデーコレクションを去年から始めてまだ2年目だけど、ホリデーコレクションを立ち上げるたびに今年も続けられたと思って、なんか嬉しい気持ちと、やっぱホリデーコレクションはプレゼント的な立ち位置でお届けしたいなっていうのがあるからさ、みんなにも1年のこのご褒美みたいな感じで手に取ってもらったら嬉しいなと思うし、今年からさリースも始めるじゃん。リースは今年から始めて、どうなるか分かんないけどね、例えば来年再来年とかまで続けていければ、それも一つのこうブランドとしての歴史になっていくのかななんて思って、ちょっとワクワクしたり、やっぱ私にとってすごいホリデーっていうのは特別でさ、クリスマスが大好きっていうのもあるし、なんかちょっと気持ちが入ってるんだよね。そうだってもう今年あと100日切ってるからね。しかもこっからあなためちゃめちゃ忙しいでしょ。そうリースも作って、字も書いて、普段の動画も作って、来年の商品のことも考えたりしてみたいな。なんかいつも下半期バタバタ忙しくて、来年はもうちょっと上半期から余裕を持って計画立てたいなんて思っちゃったりもするよ。いつも上半期まったりして下半期にってなってる。そう良くないね、やっぱ。良くないよね。
年間計画を立てないと。でもやっぱりさ、まだ本当にさ、こういうブランドの商品とかもさ、やっぱ小さいブランドでさ、自分でさこうやっぱアイデア出して考えてるわけだからさ、計画的にというよりかはさ、あ、これ今私がこれ作りたいとか欲しいとかさ、そこから始まってるからね、なかなかね難しいし、この出来上がった完成品が納得いくものかどうかっていうのもさ見極めないといけないからさ、だから結構やっぱどんどんこう時期がこう後ろ倒しになっちゃって、下半期にグッとさ商品が集まっちゃったり。そうね、まあ、ちょっと早いけど来年の目標は上半期も頑張る、頑張るっていうか、なんかちゃんと話を進める、でも今ちょっと来年の上半期こういうのあったらいいなみたいなアイディアはいくつかあるから、それもね楽しみにしていただきつつ、ホリデーの商品もぜひお手に取ってもらいたいなと思います。あと最近あったなんかインスタグラムを開設します。そうだった忘れてた。結構ビッグニュースじゃない？そうだって YouTube でしかさ、うちらのこと追っかけてない人は知らないと思うんだけど。そっか。インスタグラムまで、私のインスタグラムまでフォローしてる人は知ってる人多いと思うんだけど、YouTube しか見てないっていう人は知らないと思うんだけど、彼がね個人アカウントを開設しました。別にこれね、なんか何か目的があってとかさ、なんかこう計画を練って開設したわけではなく、なんか普通に話の流れみたいな、なんかご飯食べながら、やったらみたいになってまあやるかみたいな感じでその場でアカウント作ってあなたのインスタのアカウントで、あれ何ストーリーっていうの、そうストーリーで開設しましたって言ったら、なんと24時間ぐらいで2万人すごいインフルエンサーになりました。インフルエンサーだよ。そんな1日に2万人一気に増えることはないよ。でもそこでビターって止まってますでもどうですか、インスタ開設してみて。今まで別に SNS をさ、発信目的でやったことなくない？見る線だったじゃん。どうこう人目にこうつくじゃないけど、その知り合い以外のさ、人にこうフォローされて反応をもらう気持ちみたいな。普通の人と違うと思うんやけど、だいたいさ、俺のアカウントあなたのさ、なんか普段のさ日常がなんか暴露投稿みたいになってるだからストーリー上げたら基本的になんかあなたへのコメントしかない。私のスノーショットばっか出してるからね。スノーショットが見れて嬉しいですとか、なんか親近感が湧きましたとか、このなんか涙のわらみたいなリアクションね。そうがやっぱ9割だから、その自分に対してじゃないからうわっとも思わんし、ドキドキしたりしないの？もうしない。残りのその1割の反応としては、ジムのこと、あとオアシスのライブの感想を教えろっていうそこにも来たんだ、の2つぐらいだよ。ね、あなたにまあいいよって言われるギリギリの投稿を毎回探し続けるっていっぱい持ってるもんね。そうだけどそのなんか OK 投稿許可ラインを探りながら、どこまでみんなの期待に応えれるかっていう挑戦をしてるだけだね。あんまやりすぎるとね。そうね、ブランディングもクソもないけどねもうなんかやっぱラジオやってて、私の性格とかさ、多分皆さん知ってると思うけど、ここでさいろいろ作ったりするのは、ある意味それが息抜きになって楽しい、ストレス発散みたいな部分があって、であと皆さんに見せてない部分はもうひたすらパジャマで編集したりとかさ、してて、こっちに来てやりたいことを全てやるっていう生活をしてるから、オンとオフを公開みたいな感じになるのかなそれが皆さんが楽しいのか分かんないんだけど、気楽にね楽しくアカウント運営していただいて、ぜひ皆さん気になる方はここにこうアカウント名載せておくので、ぜひチェックしてみてください。ちょっとフォローした人はちゃんと反応してほしいよねやっぱりモチベになる。やっぱちゃんとね、そこは反応してもらわないとインスタのメンヘラみたいになっちゃうけどちゃんとねフォローするからにはちゃんとねいいね押してほしいよね。やっぱりあれなるよね、モチベーションとかさじゃあちょっといつも通りコウヨトリさんからのメール読んでいきましょうか。コウヨトリネームポイズンプリンさんからのお手紙です。こんにちは。こんにちは。
最近ミクさんの怒涛の旅 Vlog 楽しく見ております。たくさんインプットされたと思いますが、反対にミクさんは何かを創作アウトプットされる時どんな感じで思いついていますか？私は趣味でラジオにメール投稿を7年ぐらいやっていて、なぜかしんどくて忙しい時に書いたものの方が採用されやすいという謎の現象があります。ネタも全く浮かばない時と浮かぶ時の差が激しいです。自分でもメカニズムがよくわかりません。ミクさんが何か思いつく時のプロセスってどんな感じなのか知りたいですということです。さすがさ、このポイズンプリンさんさ、7年もメール職人やってるだけあって、ものすごく簡潔で読みやすくて、分かったよね。うまいなと思った。そう、もう一発でピックしやっぱされる文章を書くなと思って、さすがだなと思ったんですけど、何かを創作アウトプットされる時にどんな感じで思いついてますかっていうことなんですけど、これ読んでちょっと考えたんだけど、今回、来週ぐらいからねお見せできると思うんですけど、リースをこう私が手作りで作っていってヒンクヌンクの商品として発売するんですけど、そのリースのなんていうの元案っていうの、それはフィンランドから帰ってきてすぐ作ったんですよ。帰ってきてリースを目の前にするまではどんなリースにするか何にも考えてなかったの。素材を卸してくれる業者さんにいろんなパターンを、こういうイメージで言って、いろんなパーツがある中で、はいどうぞみたいな感じだったね。もうパーツもこう何百ってあって、もう本当にありえないぐらいいっぱいある中からパッて作るってなったんですけど、もうその時に何も考えてなかったのに、このリースのこう土台を前にした時に、もうこれはフィンランドの森にしようと思って、もうそこからすっごい早くって、森歩いた時に見てた時のビルベリーとかの果実とか葉っぱがこの日の光に当たってキラキラする感じとか、湖面がこうキラキラ輝くっていう、そういうイメージ、ぼやっとしたイメージから全部こう素材をピックしてパパパって作って、3時間もかかんなかった、2時間でガッて作ったんですけど、だから才能って言いたいってことですか？いやいやでもなんであれだからどういう仕組みなのか自分でもちょっとよく分かんないところでもあるんだけど、よくさこう紙に絵とかで描いて、ここにはこういうパーツをみたいな風なイメージを作ってからやるタイプではなくって、もう一発本番でやるタイプの人間で、思いついてるというよりかはなんか手が勝手に動いて。うわ、もう才能や。いや才能じゃないんだけど。俺から見てあなたにはもう2つ強大な力があると思ってて。何？1個はさっきのリースを作る。もう1個はその動画の BGM 選び。でもこの2つはね、飛び抜けてると思う。本当に？いや、わかんない。その俺から見てね。だからこの2つに関しては才能じゃねって俺は思う。だからいや俺あんま褒めたくないけど、この2つに関してはね、やっぱね、リースはいつも褒めてくれるよね。そう、リースっていうかなんかその何かを組み合わせるのはなんかすっごい得意、向いてるっていうか、なんか天職なんやろうなと思う。ここに出されたものを一つのここにまとめなさいっていうのがすごく得意、っていうのの典型例がリースとかなんだと思うよね。でもう一個はやっぱ BGM はやっぱね、もう真似できない。 BGM はなんだろうね。なんかさ、その映像のシーンに合ったさ BGM さピュンって持ってこれるやん。わかる。ムカつくな。このね、何かを素材を引っ張ってくる力みたいなやつはすごいなと思うし、その得意なアウトプットを仕事にできてるからアウトプット上手い人みたいな風に捉えてくれてる人もいるのかもしれない。そうだね。そう、でもそれが別にそれ以外はあれなんだと思う。全部がすごいわけじゃない、いいとこだけが見えるように今なってる仕事だからと思う。そうだね。もしかしてこの質問者さんの意図とは違うかもしれないけど、その無理やりアウトプットしないといけない環境に今ないだけなんじゃない？そうかもしれない、得意なアウトプットの方だけでいけるようにこの5年でじわじわ変わってきてるからじゃない？
確かに、まあ、でも実際そのどんな風に思いついてますかっていうのはもう本当にちょっと分かんない。才能ということで。じゃあでもなんか今ねちょっと喋りながら思ったのは、例えばリースを作る時、フィンランドの森の感じにしたいなって思った時には、それに近しい自分のイメージの映画を流すか、音楽を流してる。でそこの音楽とか映画のバックグラウンドミュージックみたいなやつを聴きながら、あ、これだってなってるから、やっぱ音楽がすごく作用してる可能性はあるってちょっと思った。BGM 選びって聞いた時に、編集してる時もそうなんですけど、 BGM を探してる時も何かしらのその動画だったりとか何かを流してて、そこの音も聞きながらなんかイメージングしてこっちの BGM 探してるわ。ずっと映像作品見てるよね。そう、一日ずっと見てる。あ、そう、本当これサブスク、インスタのサブスクの人しか知らないと思うんですけど、サブスクのインスタライブでよく話すんですけど、私編集してる時ずっとディズニープラスのディズニー映画か、ピーターラビットみたいなやつとか、そういう童話みたいなやつをずっと見てる。多分 BGM なんだと思います。その映像も多分ストーリーというよりか後ろに鳴ってる音を聞いてる。だってさっきあなた言われて気づいたわ。ちょっと結構やっぱそういう何か音楽とか何か絡めて出すことが多いですね。でも確かにこの、ポイズンプリンさんが言うように、自分がしんどい時に出したものが跳ねたりとかするのは、YouTube のこの5年間で何度も経験済み。でもインプットする、たくさんするとアウトプットは自然にできるんだなってとも思うから、今年はやっぱりその1ヶ月フィンランドに行ったことによって、もうキャンドルの匂いを、香りを選ぶのも一発だったし、リースも一発で組めたし、すごくやっぱインプット大事だなと思いました。じゃあもう一つ読みたいと思います。ラジオネーム新米バードウォッチャーさんからのお手紙です。ミックさんと先生へ、自分大人になったなぁと感じた瞬間やエピソードなどありますか？私は20代で苦味を美味しいと感じたこと、30代になり苦味の奥に甘みを感じるようになったことが大人になったと感じた瞬間でした。この先年を重ねて味覚がどう変わっていくのかとても楽しみですということです。ある大人になったなって大人になったなか。でもこの食べ物の分かる。本当に？私は今でさえまだ全然だけど、もう野菜ほとんど食べなかったんだよ、20代ぐらいの時。ちょっと20代の半ばぐらいからオクラとかの美味しさに気づいたりとかして、味覚がちょっとずつ変わりてるよ。あれなんか衰えていってるんでしょ？味覚が衰えてるから食べれる範囲広がるの？そう。若い時は敏感すぎてってこと？敏感すぎて苦味を過剰にするけど、年取るとだんだん味覚がバカになってなんかうまいかもみたいなそこまで苦くねえなみたいな。あとパクチーとかもそういうことなのかな。大人がやっぱさこうパクチーはまた別じゃない。そのなんていうの、サンマのさ内臓とかそういう感じなんじゃない？確かにね。あるなんか大人になったなって感じた。大人になったな。最近怯えてることがあって、俺はそのうち多分第三者からおじさんって呼ばれる日が来るっていう。どういうこと？わかる？見た目的にってこと？そう。例えばさ、子供が何か落としました、で僕が拾いました、って時に「おじさんありがとう」って言われる可能性がそろそろ出てきたっていう話。俺はまだ人生で一回も、そのおじさんって一回も言われてないわけ。わかる？おじさんバージンだよまだ俺。わかる？まだ言われたことないんだ。言われたことない。でとあるアニメを見てて、でそのアニメの主人公が32歳、なんかまあほぼ同い年ぐらいの男の人が主人公で、その人が第一話の序盤ぐらいで「ねえおじさん」って言われるの。俺はまだおじさんじゃない、俺はまだ32歳なんだって言ったら「おじさんじゃん」って言われるの。でそれを俺知り合いから面白いよって言われて見たのに、いきなりそこでグサッてきたからその後見るの億劫になるぐらい、なんかその最初のフレーズがいまだに忘れられなくて、もう俺っておじさんなんやって思った時に、俺はこっから前もって準備をしておかないと、突然おじさんって言われたら、俺も多分そう刺さりすぎちゃうから、いつかそろそろ言われるって思いながら日々過ごしてる。
ちょっとやっぱさ、おじさんムーブかます時あるもんね最近ね。アイドルとかをさ、見た時のコメントがたまにおじさん、その男性アイドルがさ、やっぱ最近の子はさ、こうメイクとかさ、K-POP とかしててさ、雑味がないよね。そうっていうところがもうおじさんムーブだ。みんな顔が同じに見える。そうやっぱさ、いやでも確かにもうね、ちょっとそういうちょっと今こう流行ど真ん中に、もうちょっと外れてんだなっていうのを感じるもん私も。そうだからターゲットじゃないんだよね。そういやもうこれ全然おんないわって言っても、そりゃそうです、あなたターゲットじゃないですよって気づいちゃった。例えばアイドルとかもだし、なんかテレビ番組とか流行ってるものとか何これなんかこんなんなんちゃらとか言ったりするじゃん私も。そしたらあんたはもうターゲットじゃないんだよって言われた時にってなる。やっぱその真ん中にいないって突然気づいて焦るよ。そんな感じで今週もたくさん喋ったけど、来週もね再来週も今のところ日常 Vlog というか、もう特に今年は今のところ旅の予定入ってないもんね。なので当分この日常 Vlog とラジオを組み合わせたものをお届けできると思いますので、ぜひコウヨトリの皆さんから私たちへの質問とか相談とかトークテーマについて何かリクエストがあればこのコメント欄にお願いします。それでは今週もありがとうございました。このヒンクヌンクのホリデーキャンドル、今日から予約開始ですので、ぜひ気になる方は概要欄からチェックしてみてください。それではまた次の動画でお会いしましょう。ヒクでした。